2人から。先輩が。そうですね。でもなんか見終わった後、私はアクションをやっていったので、自分のアクションをちょっと結構見てて、意外とかっこよかったなって自分で言うのもあれなんですけど、かっこよかったなって。なんかやってる時は一生懸命だったから、やっぱり映像の速さとか入るとやっぱ見え方も違ってくるなって思ったのと、あと試写会終わった後普通に街歩いてる人が侵略者に見えましたなんかそういう感覚になりました。はい。はい。そうですね。すごくでも呆然としちゃいました。なんかなんていうんですかね。実際に影で動いているかもしれないってなんか思ってしまったりとか、あとすごく僕好きなシーンが桜井さんの演説シーンがすごく好きで、なんか自分も多分桜井さん側じゃなくて絶対にお客さん側っていうんですか、傍観者側ですごく悲しくなったんですよね。あそこのシーン見てたらなんか絶対にここの立ち位置にはいないんだろうなと思ったりとか、なんかそれが結構いろいろ駆け巡ってはいましたね。どうですか演説のシーン。そう演説のシーンはね、あれ大変だったね。すごかったですね、なんかあのシーン本当に暑かったですね。2日間かかりましたよね。結構でもあそこのシーン撮るのって時間かかりましたね。かかりましたね。常松さんがこう車と大変なことになる。大変なことになる。大変なことになりました。その後の演説ですもんね。そう。もう何日か結構行ったような覚えがあるんだけど。結構大変ですね。いろんな感情が駆け巡るシーンですよね。そうですね。こっちはこっち側でなんか逃げようって逃げる決断をして、こっちはじゃあ逃げろとか言いつついろいろなんか。そうですね。こっちはバタって大変なことに。大変なことに。いやすごい想像を超えたような作品になってるなって思ってて、またこう台本で読んでって想像したものなんかよりも全然面白かったですし、やっぱり映像になるとこうもパワフルに感じるものになるんだなっていうのはすごく感じたんですけど、そんなこと感じませんでした？いや感じました。意外なことがいっぱいあって、いろんなまあそうですね、いろんなそれで要素もあって、一言じゃ言い表せないようなそういう感情がありましたね、すごく。でもやっぱ2人のシーンなんかすごく僕はグッときちゃってちょっと感動したんですけど、あんまりそういうのを自分の映画で言うのなんか恥ずかしいですけどでもなんか日本の映画を見てるぐらいの気持ちにもなりますもんね。客観的に見れる部分もありましたよね。私も3人のシーンとかは全然想像にないものばかりだったから、すごいそのスピード感、こっちにはないそのスピード感にすごいグイグイ引っ張られてって、やっぱり侵略者の2人がやっぱ見た目がすごい10代のやっぱり若さがあるんだけど、なんかその内面がもう侵略されちゃってるから、なんか変に大人びてて、それがなんかやっぱりリアルになんかでも違和感があって、すごくおかしい状況で、面白かったですね。すっごくアクションもかっこよかったし、ありがとうございます。すごいかっこよかった。ほとんど3人のシーンを見てなかったから、それも初めて見た時は楽しみで、どんな風になってるのかっていう、普通にそうですね楽しんで見ちゃった部分と、あと愛の概念っていうものをやっぱり台本読んだ時に想像しきれないところがあったから、どっかもやっとしたままとりあえず最後まで置いとこうと思って、そういう気持ちで撮影始めたんですけど、なんか映画見た時にここまで強烈にそういうことを考えるとは思わなかったなっていう気持ちにさせて、そういう意味ではだから愛って本当ね、人によって全然違う形のものなのに、なんかそういうイメージを黒沢さんがすごく分かりやすくお客さんに投げつけるというか、なんかそれってすごいなと思って、なんか
なんですかね、あったかい気持ちになったというか、本当に概念っていうのってこうなんだろう、普段の生活をしてるとすっかり忘れてることじゃないですか。もう身についてるっていうか、もうなんかいつの間にかもう備わってるようなものだから、不思議なものですよね。三石さんのシーンがやっぱり結構強烈で、衝撃的でした、見てて。台本読んでる時も結構楽しみだった。ね、どうなるんだろうと思ってこんなに暴れたんだと思ってしかも成美な上司役だったから、すごいこう嫌なことをされててそうなった人を見た時に、もうなんか信じられないみたいなことを父に言う、なんかその成美のなんかまっすぐさにもすごくこういいなと思えたし不思議なシーンでしたね。面白かったな。概念を奪われる人間そうですね、今回だからいろんな概念を奪われたことによって、なんかちょっとそこに意味がねあるよね。仕事の概念を奪われた三石さんがあられちゃんみたいになっちゃうキーンってやつなんかだからそこも見どころの一つなんじゃないかなと思って、現実味がそこに生まれるもんね。こうなんか現実社会にいるとすごくその嫌だったり、その自分が違和感を抱えていることにまあ当たり前になってて、こうそれにこう自分が立ち止まる瞬間って、まあ、忙しいしないけれど、この概念っていうものについて考え始めると、なんか自分が見えなかった部分が見えてきたりとかするのがとっても現実を引き戻してくれる感じがして面白かったなって思いました。私やっぱ僕は竜兵さんがこう愛を奪った時、成美から愛を奪った時のあれがやっぱすごくいいですよね。なんかね本当にいや、やっぱり愛こそ全てなのかなっていうふうに思うような、まあでもそれは絶対言えないですからね本当に愛ってなんでか恥ずかしいですよね。恥ずかしい。で俺結構宣伝で言ってんだけど、すごい恥ずかしいですね。だから俺カンヌでみんなで見たじゃないですか。その時に俺試写室で見た感覚と全然違う感覚があったんですよ。フランス人が愛について話してるところがものすごい食らいついてる感じがしたの。でもう神父さんが話すところとかでも笑ってたし、最後のその、愛についてなんか2人が語ってるところで、奪われたところもすごく笑ってたけれど、もうとにかくなんか日本人の愛に対する感情っていうのがこうもちょっと違うんだなっていうのをすごく感じたの。あれ何なんだろうと。あるかもしれないですね。すごいだからどっかやっぱ恥ずかしいもんね。そう僕らは照れくさいけど、あの人たちはもう何の遠慮もなく平気で愛してるとかやっぱり毎日のように言えるんだなって思うと、いやなんかなんでしょうね、あれちょっと自分の民族性みたいなのを自分で感じてしまったなっていう。僕はその満島さんの「何々の」っていうのが結構衝撃的でした。何々の自分のものみたいな、なんか所有のの。そう所有のの、それがなくなると平和になるんだっていうそっかと思って、自分のものっていうのがみんな争っているものなんだなと思って、それがなくなると平和になるっていうのはちょっと新しい感覚でびっくりしたっていうのはありましたね。台本読んでてもそうですけど。平和になったのかな、でも平和にはなって演説してた。演説はしてました。それが平和なのかちょっと分かんないところもあるけど撮る人によっては平和になるのかな。私は高杉さんがなんか頑張って奪った後に「みんな友達だよね」って言われてるシーンが、あれは確か邪魔者とかそういうの。そうだ、いう敵とかか。敵とか邪魔とか。そういうことか。じゃあでも邪魔者の概念奪ったら世界征服とかなくなりますよね。みんな友達になりますよね。It's a small world 的な感じになりそう。平和ですね。平和です。
やばそうだね。なんか怖いですね。やっぱり侵略者って怖いですよね。でも私はそのシーンでした。あ、でもそしたら侵略者の3人はそうだからほとんど会ってないで、合ってないですね。どんな侵略者を演じてるんだろう。お互いわからないすごい不安に思いながらわ、かります。なんか全然違ったらね。そうですよね。同じ星から来たのかって感じしますよね。そう結構だからそれも奪った概念によって、変わっていくのかな、その性格みたいなものが変わっていくのかもしれないとかいろいろ考えてたんですけど、まあなんか黒沢さんが宇宙人にも性格があるんじゃないですかって結構言ってたんで、ね、だから、まあいっかみたいな。なんか別にそこで宇宙人の共通性みたいなものを合わせなくても、台本の中でやればいいのかなと思って。そうですね。でもなんていうんですか、僕はもう初っ端から割と人間らしい姿でいたから、その人と侵略者のその区切りっていうのがあんまり見分けがつかない状態でもう出てきてたんですよね。だからどこかで何かの違和感を残していけたらなと思って演技をしていて、監督にここで立ち止まって振り向いてじっと見ててって言われる、そういう違和感をなんか増えていけたらなと思って演じてはいました。確かに。でも常松さんに金魚だしね。一番初めに入っちゃう。最初ね、だから金魚からのここだから、本当に高杉さんとかとは全然違って何も奪ってなくて、最初のオープニングのその道路歩いてるシーンとかも何の概念もなくて、もう無の状態だったから、なんだ本当に何も考えずに無で演じてましたね。なんか、一番侵略者らしい侵略者だなとは思いますね。みんなはいろんな概念を奪ったりとかしてたけど、アキラはとにかく侵略して、邪魔者がいたら倒して機械作ってみたいな、本当になんか使える侵略者、一番優秀な子なのかなと思いました。ね、信じ。そういう話しましたよね。確かなんかお弁当一緒に食べてる時に。サボサだし、なんか夏なのに革ジャン着ちゃうし。あれ暑くなかったですか？結構やばかった。めっちゃ結構バラバラなんですよね、そういう意味では。だけどバラバラなのに別になんだろう、ちゃんと宇宙人っていうかそれぞれが、台本にはその書かれてなかったよね。なかったです。そうだからどんな風に概念を奪うんだろうみたいな風に思ってたんですけど、現場で黒沢さんがちょっとこうやってみてくださいってで、スタッフも聞かされてなくて、あ、そうやって撮るんだみたいな。みんなちょっとびっくりみたいな。最後のね、高杉君ってさ、いやそれできんのって私も思いました。僕もびっくりしました。最初からそれやればいいのにってみんなにこそう、ちょっとみんながびっくりするような概念の奪い方をしたりして。そうなんですよ。またちょっと違った概念の奪い方して。本当ですよね。僕もびっくりしました。自由で面白かったですね。その桜井って役自体がやっぱりこうジャーナリストで、まあそういう意味ではジャーナリストの視点で接していいわけですから、まあお二人がこうそういうふうに自分は宇宙人だと言っても何言ってるんだとしか思えない感じでいいんだなというふうには思っていたんですけれど、まあ実際やっぱすごく巧みにやられてて、僕もそういう意味では想像するしかないですけれど、やっぱ本当に何か中に何か違うものが入ってるっていう異様な雰囲気を2人ともなんか醸し出してはいましたよね。すごくそれは見てて感じました、すごく。でもそれが何か僕にとっては好奇心につながって、なんか面白いなっていう気持ちでずっとついていくというか、僕も本当松田さんがどういう侵略者の演技をされてるのかっていうのはちょっと分からなかったので、まあ初めて会う時はなんかそういうなんかドキドキもあって、もう一人いるっていうような話があったので、まあそういう感じで僕も接したりとかしていける感じでしたね。なんですかね、まあ成海として演じてたんで、成海はそれに気づかないから、多分長谷川さんの
桜井さんはもうそれを分かってて一緒に過ごそうとする人なんで、私はなんか言ってるけど何を言ってんだっていうところから、まあ、一応受け入れてそうなんだなって、そのまあ宇宙人だっていうことを受け入れてはいくんだけど、でもまあどっかでそんなふうにはきっと思ってないだろうなっていう意識もあったし、単純にやっぱり夫婦としてということだけをしんちゃんには思ってましたね。旦那さんとして多分成海はずっと見てたんだろうなっていう感覚は、を大切にしてましたね。そのキャラクターでもなんかやっぱりどう接したらいいかわからないっていう感じは、なんか侵略者って言ってるけど、何言ってんのっていうことじゃないですか普通に。それはなんかまあそういう気持ちとなんかまあ現実の演じてない自分とまあなんかちょっと似てるというか、まあ2人は宇宙人演じてると言っていながらも何言ってんのっていうか何やってんのって感じじゃないですか普通に考えて。まあそれとちょうどクロスした感覚に近いんですかね。なんかそういうふうな見方は僕はしてましたけどね。意味わかるかな今。結構似てたんですねじゃあ。そうだと思うね。いや今のおっしゃられたことを聞いて俺もそうだなっていうふうに思ったっていう。私はやっぱりアクションシーンですかね。アクション3回ぐらいやってるんですけど、そのシーンでガンアクションも初めてやって、私スパイの海外ドラマとか見るの好きなんですよ。スパイもので女スパイかっこいいなってずっと憧れてたからガンアクションができるのがすごい嬉しくて、それが印象的でした。怖いとかはなかったの？いや怖いっていうよりもなんかもう「そうかみたいなちょっとでもその時アキラだったからなんかわからないんですけど、結構楽しかったです。はい。小島さんがね飛びかかるとこあったでしょ。ありましたね。あのところすごい小島さん怖がってた。おおちょっと本番だけにしようみたいな。そうでしたね。でもあれすごいなんか見た目が面白かったですね、やっぱり。なんかねふにゃふにゃしてましたよね。なんかやっぱりこの常松さんのこの運動神経の良さがこう出てて、すごいなんか新しい感覚がなんかタコみたいにスイーツ。あれすごいですよね。なかなかすごいですよね。なかなかできないですね。でもあの時は結構ふにゃふにゃだったんですけど、2回目3回目のアクションは結構なんかうまくできるようになってて、だからあきらちゃんが人間の体になれたかなっていう感じもしました、見てて。そう思いました。僕はそうですね、割とどこのシーンも結構緊張してて、自分の家天野家の家は結構いろいろと大変でしたね。なんかすごく動き回って結構広い中で動き回ってたりとか、部屋の中で動き回ってセリフ言ってってのがあったので、そこは割と印象的ではありました。桜井さんと2人でずっと話してるっていうのも、そこでいろいろガイドになってお話ししてっていうのも。長谷川さん大変ですよね、最後のシーンとか。最後のシーンそうですね。爆発。すごかったです。やってるんですよね。え？本当に。本当にやってる本当にやってる。終わった後見た人たちに取材を受けたらみんながなんかあれ CG でしたねとか言って言われたりして。結構悲しい気持ち。言っといた方がいいですよ。ちゃんと言っといた方がいい。いやいやまああれは結構本当にやってるんですよ。ちゃんと本当にやってるんですよ。本当に爆破した中を走ったんです。スタントなしですね。スタントなしでやったんですよ。確かにどっからどこまでがなんかすごい現実なのかどうかも分かんなくなるぐらい、なんか自分は知ってるからあれ CG じゃないっていう。ワンカットで結構長いシーンをずっと止めないで撮ったので、これでまた一回爆破させたらミスして爆破させたらこれでお金かかっちゃうんだろうなと思いながらそういう緊張もありつつちょっとプレッシャーありながら、そういう時って本当嫌ですよね。本当に嫌だ。本当に嫌ですよね。でもまあそういうふうに思ってるともう顔に出ちゃうんでそうまずいなと思ってちょっとまあなんとか一発 OK でしたけど、いやなかなかあのシーンはハードでしたね。見てても迫力ありました。すっごく。いやなんか僕も
映像で見たら結構なことやってたなって改めて見るとあの時はやっぱ少し覚醒してたのかもしれないですねやっぱねちょっと映画の世界入ってると、桜井さんもやっぱりちょっと変になってちょっとるから、ねちょっとアナキストですからラストシーンとか結構印象的だったな。不思議な空間になってたし、世界がもう侵略された後の、そうそうそう、あの世界観の説得力はでもセットとかもすごかったし、あでも、セット結構感動したかな。家のセットとかがすごくなんか印象的で、なんか今までに、こういうセットでお芝居したことないなっていうぐらいこう絵になるって言ったら変だけど、印象に残るお家というか出て、ヨーロッパの映画みたいだったんですよ、見ててこのシーンなんかももう本当綺麗だったな。なんかグレーですごく、確かに異国感がありますよね。なんかあんまり日本っぽくないって言ったら変なのかもしれないけど、わかります。狭いところで何かが起こってるって感じがしない空間がある感じがやっぱり印象的でした。松田さんすごい大変な、だろうなと思ったんですけど、シーンばっかりだったんじゃないなんだろう。いや意外としんちゃん、俺はそうですね、成海についていくだけだったんで手引っ張られてああみたいな。いやでもやっぱりなんか自分が侵略者で宇宙人っていうのってもう想像でしか作れないじゃないですか。なんかそれがすごいなと思って、いろんなああいう風に撮ったらどうなるっていうのって、前例がないっていうか経験できないから、そういう意味でもすごいそういう、そういう意味ではでもやっぱ概念を一つも持ってない人っていうイメージだったから、ある意味最高にハッピーな役なんじゃないかなと思ったりもしながら、成海だったりいろんな物事に触れられるかなっていうのは撮影入る前に考えたりしましたけど。